さあ、今回から始まります、コーポレートプレイブック by 牛島慎ということで、この番組のメインパーソナリティは牛島慎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ田村さん、どうかよろしくお願いします。BS11 で、お導きいただいて以来、一緒にね、番組を、相性よく、やらせていただいて、こちらでもまたパートナーを務めますので、よろしくお願いいたします。ぜひにとお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、牛島さん、どういう方かと言いますと、障害弁護士として第一線でずっと活躍し続けている。そしてまた、二足のわらじを履いている。作家でもあるということで、企業法律小説ということでいいですか？あれ、牛島さんが切り開いたジャンルですよね。私がつけた名前です。あ、そうなんですね。私はずっとそう言い続けてきました。っていう名前はい。ね。それで、小説株主総会でデビュー。これ、97年。これがベストセラーになったということで、そしてまた大ニュース。10月上旬に発売されたばかりの最新刊。こちらの上場廃止。これもベストセラーになってるんですよね。そうなんですよ。なんとですね、ベストセラーの1位になったんですよね。素晴らしい。ね。少数株主はこちらのジャパンフォワードで今全編英訳されていて読むことができるんですが、牛島さん、いずれこちらもね、英訳して皆さんに読んでいただきたいですね。はい。でもね、たくさんありますけども、ね。弁護士としてたくさん、その法律の文章が書かれてきたと思うんですが、小説家としてもそれが役には立ってますか？立ってると思います。いや、私はね、文章というものは詩と散文とあって、そして散文は二つに分かれて、一つは小説のようなフィクションと、私どもが書く文章、法律のための文章というのはノンフィクションですから、もちろんノンフィクションですから、それの二通りでどちらも文章道の中では重要だろうと思ってます。で、から株主総会の後書きに書いたんですけども、裁判官に読ませるだけじゃなくて、世の中全体に読んでいただけるようなものを書きたいなというのが大きな動機で株主総会を書いたという記憶です。それで作家としてね、いろいろ書いていらっしゃるということなんですね。で、この番組、コーポレートプレイブック by 牛島慎ということですが、まずこの番組タイトル、なぜこれにしたんですか？世の中の人の多くにですね、できるだけわかりやすい形で、今何がビジネスの上で問題になってる、コーポレートというふうに今おっしゃいましたけど、ビジネスというのは組織すなわち会社だと思いますので、そういう意味でいいかなという以上の深い意味はございません。なるほど。どんなことを伝えていきたいですか？どんな番組にしていきたいですか？私は株式投資がいかに大切なものであるかということをご理解いただいて、株を買って売らない。それによって資産を増やす。トマ・ピケティが言ってる通りだなと20年後に実感していただく。そういうつもりでございます。日本はね、もっと貯蓄から投資へ。投資にね、投資にもっと目を向けたらいいのにっていう話ですよね。なるほど。で、私がこれを特にお願いした理由はですね。私が、ありがとうございます。これちょっとおかしい。私が書いた昔でもない、3年ぐらい前ですかね。日本の生き残る道って後でご紹介あると思いますけども、加藤さんが導いてくださって出た本なんですけども、これを私の友人の丹後康武という財務次官。元財務事務次官。財務事務次官。それで、小泉内閣の筆頭秘書官だった男ですけども、同級生だもんです。彼に送りましたらすぐに読んでくれて、君の言う通りだと。で、私はこれを単語三原則と呼んでるんですが、一つ目、政治頼みはダメ。日本復活ができない。二つ目、コーポレートガバナンスしかない。三つ目、必要なら外国の力も借りるんだ。ということで、単語三原則。で、私は単語さんの了解を得まして、その伝道師としていろんなところで喋る。これが日本経済復活の要件だということですね。この三原則が。なるほど。そのあたりもね、この番組でいずれもっとじっくり伺っていきたいんですが、今話が出ました日本の生き残る道。これもこちらのジャパンフォワードで今連載中なので、ぜひご覧いただきたいんですが、そしてそこで出てきましたのが今日のゲストですね。加藤博則さんです。どうぞよろしくお願いいたします。そうです。よろしくお願いします。どうも。この本に深く関わっている加藤さん。実は私、去年まで、新聞記者をやってまして、で、その時は、朝日新聞なんですが、
その時今はもう亡くなったんですが、経済気象台というですね、社外の方の、コラムを日々連載するところがありまして、でたまたま私に担当になりまして、これならば、私もコーポレートガバナンス、ずっと追いかけてた記者でして、これちょっと牛島先生にですね、これぜひお願いしたいなと。ガバナンスっていうのは、なかなかわかりにくいんですけども、これをわかりやすくですね、今何が問題なのか、なぜ社長を選ぶのが大事なのか、そういうところを書いてもらえないか、開拓いただきまして、それで、月1回、もうやっていただきました。そのコラムを元にしたのがこの本ということなんですね。100回以上やってます。今、パラパラと見てましたけど。いや、加藤さんとの出会いはですね、もうさらにずっと前、もう2010年くらいだと思いますが、私が、監査役、いろんな会社の監査役やったことあるんですけども、監査役制度について、あるいは監査役というものについて取材したいということで、取材してくださって、そして、記事にしてくださったのが最初の出会いだと思います。結構長いお付き合い。今日第1回目にゲストにお呼びしたのはなぜですか？2つです。長い付き合いで大変信頼関係があるということ、つまり見識を尊敬しているということと、もう一つはですね、この本、先ほどこのベストセラーの上場配信。この本のですね、解説を書いてくださってるのがなんとか。そうなんですね。なるほど、なるほど。ちょっと私もじっくり解説の本も読みたいと思います。この上場廃止こそが、監査役の弁護士が監査役に、たまたま社外監査役になって、利益相反行為に悩んで、というものすごい、監査役って実はほとんど馴染みがないことで、社長、副社長、専務、常務っていうのはわかるんですが、監査役というのはものすごい権限で、社長とツートップだという学者もいるので、重要な役割なんですが、本当に機能しているかというところで怪しいんですが、また監査役の物語でもあるんですよ。なるほどね。そこにも注目して読んでいただきたいと思いますが、さあ、それでは今日第1回目のテーマは、日本経済の行方ということで、高市政権も誕生しましたがね。この経済政策どのように加藤さんご覧になってますか？まだ始まったばかりなんですが、やっぱり高市リード、この株高にはやっぱり驚きましたね。こんなに女性何が原因なのか、女性なのか、積極財政なのか、多分、両方なんでしょうけどね、ここまで上がるのかと。そこは驚きました。若い方の支持率が高い。高いですね、本当にね。これがね、私女性ファクターではないと思う。むしろ、参議院選挙、つい最近の参議院選挙に現れたような参政党の、それから国民民主党ですね。で、そういったこととつながりのあることなのかなと。で、加藤さん今おっしゃられたように、まだ評価は早いと思いますけれども、とにかく若い方が、非常に関心を持っているということが特筆すべきことかなと思うんですけどね、加藤さん。そうすると、やっぱり今は株高でいいんですけど、これもね、意外に続くかもしれないと思ってるんですが、これ何とも言いませんけど、やっぱり私はじゃあやっぱりこれからね、我々の賃金ですよね。労働者の賃金とか、やっぱ中間層をどうやってもう一回育てるのかっていうところが、私の最大の今。やっぱりそこですよね。日本国民最大の関心事が、物価高、そして賃上げだと思うんですが、そこで今日のテーマにもつながるんですけれども、牛島さんは人気小説家でもあり、そして大の読書家でもあるということで、最近読んで非常に強い衝撃を受けた本がある。それがこちらですね。はい。日本経済の死角、収奪的システムを解き明かすという、河野隆太郎さん、確かパリバの方ですよね。そうですね。の書かれた千曲新書ですけども、この本、ベストセラーで、山本七平賞の最終工作でも終わりになるそうですが、とにかく面白い。はい。私自身は自分も今小説書いてるので、いろんな勉強をしなきゃいけないと思うんですけども、なぜ日本が今こうであるのか。実はこれ私の事務所のパートナーである田村幸太郎弁護士が面白いですよ、読んだのいいですよと言って紹介してくれて、早速読んで引きつけられて読み切った本なんです。で、何が一番面白かったかというと、日本は生産性が 30% 上がっても実質賃金が上がらない。何なのか。欧米は上がってる。
つまりですね。はい。なんだろう。アメリカでは 50% 上がってる。ですかね。で、生産性が 50% 上がって、実質賃金が 25% 上がってる。なぜ日本は 30% 上昇したのに実質賃金はゼロなのか、上昇はですね。それはアメリカと日本の違いだけを見ると何が起きてるんだろうと思うんですけれども、フランスとドイツ、それは 20% の生産性上昇で 25% の賃金アップ。まあ、フランスらしいですね。ですからドイツは 20% の生産性上昇で 15% の賃上げ。なぜこの2国にはできて日本では起きないの？私たちは生産性が低いから賃金が上がらないって言われてきたんですけど、本当にそうなのかなっていう疑問を呈しているのがこの本ということですか？違うのではないかということを、教えてくれてる本だというふうに思います。で、私なりにその結論、私の読後感を先取りしますとですね、コーポレートガバナンスというものについて、この、河野さんは疑問も投げかけてらっしゃいますけれども、確かに私はそうだと思ってる。実は河野さんに、教えていただく前から私は日本のコーポレートガバナンスには決定的に欠けてることがあると思ってきたんですよ。それは何かというと、働く者、労働者という視点。はい。で、それは何かというと、一番わかりやすく言うとですね、バイデンさん、日鉄の買収ダメだって言いましたね。はい、なぜか。もちろんいろんな理由があってのことでしょうけれども、USW が反対だと言ったということで、バイデンさんとしてはポリティカリーに無理だというふうにお考えになった。労働組合が非常に政治的に強い力を持っているということですよね。おっしゃる通り、よくご存知で、その通りですね。で、私の考えでは日本の企業の産出の人権の一つは企業別労組。企業別労組終身雇用だったんですけれども、それが欧米では産業別組合ということで、非常に大きな政治的な力を持っている。で、そういうものがない日本では働く者が報われないできたんじゃない。特にリーマンショック後にですね、日本企業がとても節約に励んだ。で、その結果、内部の留保が増えた。内部留保の相当部分を株主に取られた。まああれ、株主が持っていった。あれ、株主が当然取った。いろんな見方あると思いますけれども、じゃあ労働者だと思ったんだろう。労働者というとですね、なんだか赤旗を連動するかもしれませんけど、私はアメリカの労働組合はそれと全く関係ないと思います。とにかく日本では、働く者の立場を擁護する力がなさすぎるんじゃないかというのが私の問題意識なんですよ。ここまで加藤さん。いや、実はね、私も全く同じ。全くとは言いませんけども、私もやっぱり、そのためにこの本、私もね、気がついたんだが、このコーポレートガバナンス改革って10年経ちました。金融庁がコーポレートガバナンスコードを作ってちょうど10年。そうですね。じゃあ、この先生もいろんな形で提言もされてきたと思うんですが、これが果たして間違ってたのかなと。あまりにも株主偏重だったのかなと。やっぱり従業員に対して全く、ステークホルダーとは言いながら、なかなか実質はやっぱ株主のためのコーポレートガバナンス改革だったのかなというのを、先生のですね、からいろんな示唆を受けてですね、ずっと考えてたんですよね。これ全くそんな感じですよね。これはね、どんな考え方があると思うんですけど、私はコーポレートガバナンス改革そのものは間違ってないと思ってる。ただですね、つまりそれは何かというと、私は日本の上場企業の大半は幹部従業員協同組合だと思ってる。協同組合という理由はですね、上場会社であるけども、組合だと。組合というのはコーペラティブという意味の組合ですけども、それ、が端的に言うと、社長交代については、今の社長が次の社長を決めるというやり方をやってきた。日本の失われた30年の主たる原因はそこにあるんではないか。常識的に考えるとそのように考えてきたんですね。ですから、その過程でしかし、どうすればいいのかということについて、今加藤さんがおっしゃられた組合っていうんですかね、労働組合ということ、あるいはごめんなさい、働く者という立場が無視されてきてるんじゃないかなっていう気はしております。いや、この本何が面白いかっていうとですね、別のエッセイで4点挙げてます。強い印象を受けたということで、生産性と実質賃金の関係。これは今申し上げた通りです。
特に日本では実質賃金が上がってない、この25年ですね。二つ目にですね、これ知らなかったんですけど、産業革命と賃金の関係。はい。産業革命というものは、当初はですね、起業家、アントレプレナーですね。いや、資本家にだけ莫大な収益が転がり込んだんだってことを書いてらっしゃる。その結果、実質賃金は実は低下していたんだということが書いてある。それが実質賃金の上昇につながったのはなぜかというと、これ私目から鱗だったんですけども、蒸気機関車、つまり蒸気機関と蒸気機関車は違うんだ。この区別が大切だってことをこの河野さんに本で教えていただいたんですよ。なるほどなと後からになって思いました。つまり蒸気機関車による交通インフラ網によって大量輸送が可能になった。交通インフラがしっかりしたことによって、なるほど。それともう一つが先ほど来出ている労働者、働く者ですね。働く者の団結による企業家や資本家に対する対抗力の獲得であるというようなことをおっしゃってる。これはガルブレイスもずいぶん昔から書いてますよね。で、それが二つ目で、三つ目にですね、これも私も勉強が足りないんですけども、経済成長のメカニズムというのは実は分かっていない謎なんだっていうふうに書いてますね。書いてあって、そうなのかっていうふうに思いました。そうすると今までやってきた成長戦略っていうのは何だったんですか？何だったんですか？多分こうすればこうなるだろう。いやもう実は経済分からないんですよ。でも思い通りにいかない。重要な発言ですね。いや、分からないですよ。分からない。だって株価だって上がるか下がるかも、みんな外して、新聞記事で、今日の株価はこういう理由でこう上がりましたと。これ全部後付けですから。私ね、株価ってものすごく面白いと思う。はい。つまり、投げ売り。あるし、よく言うんですよ。でも投げ打った人がいたら、それを受け止める買い手がいるんですよね。で、株が暴落一方で、会社がなくなっちゃうってこと聞いたことがある。つまり、必ず買う人もいるってことですよね。買う場があるということ。で、それが面白いなと私は思いますが。でもこの、経済成長のメカニズム分かっていないっていうのは、これはノーベル経済学賞を取った方もね、そう言っているっていうことですよね。アビット・バナジーという方だというふうに、河野さんの本書いてありました。そしてそこまでが3点目で、もう一つが、何でしたっけ？これです。4巻ですね。それはコーポレートガバナンス。先ほど話したことですね。なるほど。ですから、深田さんが今ちらっとおっしゃった、株主にとっては良かったかもしれないけども、働く者にとってはどうだったのか。この反省は必要だろうというふうに思います。私はコーポレートガバナンス、単語三原則の伝道師だと申しましたけども、その観点を抜いては、国民の合意はとても得られないんじゃないか。これは実は別の本でよく何度も書いたんですけれども、慶応の先生がですね、どこかに経済の桃源郷があって、その図面を持ってくれば日本が良くなるって、全く考えない方がいい。そんなことはないんです。っていうふうにおっしゃっていて、なるほどなぁと思いながら、そもそもですね、政治でどうなるものかどうかもはっきりしないんですよね。おっしゃる通り。どうですか？いや、おっしゃる通りで。でもいっぱいいろいろ経済政策やろうとしてるじゃないですか。それでも？いや、やっぱり民間企業です。やっぱり基本的には民間企業で、政府はちょっと後押しするとか、皆さんが、マインドを醸成するというところはあるんでしょうけど、それはもうやっぱり民間企業の頑張りしか、それ以外でない。そうなんですよ。私は実はですね、深い疑問を持ってました。クリントン政権の労働長官だったロバート・ライシュっていう方がですね、こんなこと言ってですね、一国の経済はその国に居住する者のためにある。で、私はこれ素晴らしい言葉だと思ってるんですが、じゃあ、例えば、日本の重要な会社で、例えばソニーを例にとりますね、ソニーが本店をサンフランシスコに移すんじゃないかという話はたびたび聞くんですけども、そうしてしまったら、これは日本企業なんでしょうか？それともアメリカ企業なんでしょうか？つまり、日本人であること、日本企業であること、日本、一体どういう関係にあるのかということを思うとですね、やはり私は日本に住んでいる者のために日本の経済があるということはとても重要な視点だと思っているんですよね。そういう意味では日本の企業が大いに頑張って海外で稼いでるということは素晴らしいことだと思います。経常収支も黒になっているということも含めてですね。ですが、
その先に何があるのかな、日本人は幸せに暮らせるのかな、何よりも、日本はどうしてこんなに人口が減ってるんだろう。昨日もある著名の方とお話ししてまして、自分の子供の世代、30過ぎだとおっしゃったんですけどね、の世代にとってどんな日本が残るか。これが実は私が、新番組と冒頭におっしゃってくださいましたけども、この番組の中で、私今76なんですが、団塊の世代の一番最後でしてね。団塊の世代は、まだまだ生きてると思います。しかし、若いわけではない。その団塊の世代がですね、どういう日本が残るのか、あるいは残すのかということについての責任というんでしょうか、使命というんですが、大体私どこでも似たようなこと言ってるんですけども、そういうことについて、田村さんにいろいろ導いていただきたいなと思っている。でも、牛島さんはいつも、どうすれば日本を蘇らせることができるか、また、次の世代の人たちに、より良い国をどうやったら残せるのかっていうのを考えていらっしゃるんですよね。いつもそういう話ばっかりされてます。そこに、国っていうのが出てきます。国、はい。ですからね、国とは何なのかっていうことにもつながるんですが、加藤さんなんかちょっと教えてください。いや、先ほどちらっと内山さんの言葉にあったんですが、幹部従業員協同組合。はい。これものすごいキーワードで、私もなんかビビッときてですね、初めて聞いたとき、あ、そうだと。私がいた前の会社も、いろんな経済記者、新聞記者35年やったんですが、半分ぐらい経済記者に。やっぱりやっぱ幹部社員、いい大学を出て、ちゃんとエリート層は、やっぱりエリートを構築してて、その中でなんかポストを、社長も含めて、ポストをみんなで回し合ってる。ここのところはみんな幸せなんですよ。これでみんな満足してしまって、今の日本経済があるんじゃないかな。この失われた30年というのは、そこにやっぱ原因があるんじゃないかな。そのキーワードを聞いてですね。私はね、今書いてる小説、若干BS でも申し上げましたけどね、私はそこの根本にあるものは日米関係だと思う。45年に戦争にもちろん負けました。そして85年にプラザ合意がありました。その後アメリカに叩かれた。この半導体協定について、牧本次夫さんという日立の専務だった、当時専務だった方がですね、いろいろおっしゃってて、私その本でとても勉強になったんですね。そしてじゃあ40年経って2025年、今、何が起きるのか。私は大買収時代が起きるんじゃないかと思ってます。大買収時代っていうのは買われるっていう意味です。それが日本の黒船、今の黒船かというふうに思ってる。でもそんな中で牛島さん、日本が生き残る道はどこにありますか？買われて、しかしやはり日本人に経営させないといけないな、日本人に監督させないといけないなというふうに新しいオーナーが思うということが、日本の生き残り、そして次の世代が栄えるための基礎作りだと思ってます。加藤さん。いや、私も、海外とどうやって付き合うのかというのは、これ最大のテーマですよね。資本も含めて。これまだ我々経験したことのない。ので幹部従業員協同組合でずっと守られてきたわけです。ついにこの時代が来てしまった。ついにこの時代が来てしまったという加藤さんの言葉。それですね。私は来てしまって、落ちるところへ落ちるんじゃないかというのが私の不安とともに、しかし来るべきものが来るかなというふうに思ってます。でも、牛島さんは日本に必ず吉田松陰が現れると。ですよね。知ってますよ。そう思ってらっしゃる。若者の中から。はい。いや、若者とは限らない。シワの寄った吉田松陰も含めてですね。しかし、日本を思うものは、必ずや、その、同じ考えの同志をたくさん見出すと思ってます。それはなぜか、日本人だからですよ。吉田松陰が誰かって、どうですよね。海外の方は全くわからないですよね。そうですね。吉田松陰ってアメリカ史で言ったら誰でしょうか？誰でしょう？全然思いつかない。我が身を犠牲にして、そして次の時代に、大きな、誰ですかね。松陰を若くしてね。29歳。そうです。そういう人が出てくるかどうか。幕末の志士を育てた人ですよね。はい。私はそのためにも、やっぱりコーポレートガバナンスというものが、もう一回社長は誰が選ぶのか。社外取締役というのはどういう人が必要なのか。今もう一度これ立て直さないといけない。そうですね。とにかく、幹部従業員協同組合で組合長になったら自動的に
イコール社長だと。したがって議決権の行使は自由に自分たちの会社がやるんだという、これが実は私が最初の書いた小説、株主総会のメインのストーリーなんですけど、後で気がついたんですけどね。そういう時代ではないんだっていうことは、株主権が強まったということで、積極的に評価できることです。したがってその次にどうなっていったらいいのかっていうことについて、望む通りにはならないんで、私はどんどん変われてしまうのかもしれないなっていうふうに、短期的に極めて楽観的なわけではない。しかし、長期的には必ずや日本は良くなるわけ。長期的には希望が持てると。希望を持たなければ。そうですね。パンドラの箱に最後に残ったんですから。なるほど。と思って。希望が残った。はい、なるほど。はい。そろそろ時間かな。では最後に、加藤さんと牛島さんに一言ずつ、締めくくりを。ありがとうございます。先生が言ってるこのね、ガバナンスと、やっぱ雇用、労働者とガバナンスって実は関係ない世界なんですよ。教科書的に言うと。コーポレートガバナンスというのは株主総会とか取締役会にこうあるべきだみたいな。従業員はね、全く会社法の中には全く考慮されてないんですよね。そことガバナンスと従業員、労働者、これを結びつけることによって、非常にね、これからのいわゆるステークホルダー、本気でステークホルダー、従業員とガバナンスを、それに非常に興味がありましてですね。ですので、例えば一つの方策にですね、確かに株は上がりました。一つね、これ早稲田大学のカタカナで鈴木智先生というのがよく言うんですが、自社株買いしました。大体株償却されるんですが、なくなるんですが、それの株を従業員に分け与えてもどうですか、そうするとみんな頑張るだろう。ただこれまたいろいろ、給料はお金でなければいけないとか、いろんな問題があって、それどうクリアするっていう問題もあるんですが、これも一つのガバナンスでどうやって従業員に頑張って、プライドを持って働いてもらおうかと。こういう時代、これも一つのガバナンスじゃないかなと思って。私は、はい。要するに人間は、道義と欲の塊だ。この二つを無視しては、現実的じゃないと思うんです。終わりそれはね。だって、具体的なこと言ってくれたから。はい。ということで、牛島さん、次回どうしましょう？どんな内容にしていきますか？次回はですね、また読んだ本が面白いというようなことがありましたら、それを切り口にお話しいただければと思っております。ということで、コーポレートプレイブックバイ牛島新、次回もぜひご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。